少々分かりにくいよう難しいんで、もう一度、そういうことは言わんでもいいか。あ、折れた。意味ね。ええわ、折って使う。これはオリエンタルスターの房での花房成形を説明しますが、このように目印のついたハサミを使うと便利です。で、通常 6.5 センチから7センチ程度残して作業すると。で、説明がここからが非常に分かりづらいんですけれども、これがいわゆる技研っていうものになっていきます。これを使って房作りもできるということです。これなんかだともうほぼ先の分ちょうどぐらいの大きさになってますんで、もうここを使えば何も房作りをしなくてもいいということにもなりますけれども、なぜここを使わないかというと、それなりにいいものができないからであって使わないと。こちらが使い物にならない場合こっちを使ったりするっていうことで、農家は使っております。で、これは一般的な花房成形の仕方を説明するので、この先を使うと。で、この一番先の部分、先端の部分は養分が行きづらいのでダメになる粒が多いというので使わないことが最近の主流になっているということで説明をしました。で、段という説明の仕方が分かりづらいとは思うんですけども、この車というのはこの荷軸に対して螺旋状についていきます。このようにほぼ正対してついているように見えますけども、このように成長するとやはりずれているということがここで見て取れるとは思うんですけれども、そういうことがこちらでも同じようになっているということです。で、一つの段を3社、つまり1社、2社、3社ということで1段という言い方をしています。ですから非常に最初ちっちゃくて分かりづらいんですけども、この一つの束が3つで1社1段と3社で1段で、この1つの車で3粒以上つけないということを説明しています。となるので、細かく計算すればここが2車、3つ、4つ、5つ、6つ、9つと11、12、13、14、15、16、17となります。ということは15ぐらいでいいので、もうこのところまでであるということになります。つまりは8センチに見立っていないですね。なのでここの車までを必要ないと判断します。試しに切ってしまいますけれども、これで先ほど説明した8センチにいかない房になると。で、なおかつ成長していけば最初の2つを取りますので、計算上15になる。15×2 粒としても30粒以上残るという計算になります。
目標としては40粒から45粒ぐらいが理想になるので、なぜそういうふうな数字になるかというと、ここの車は完全な房として販売するようになった時に、上の果軸のところまでこう実がこう寄ってくる状態に作り上げないといけないので、粒数がどうしても増えるんです。ここら辺は2粒1粒でも、最終的にここの車は3つ4つどうしても残ると。ここの粒に関しては糖度よりも見栄えを優先します。でこちらは糖度が出ない死んだ粒になりやすいので撤去すると。で充実している部分、ここが皆さんの大体満足して食べていただけるところになる予定になるので、2粒3粒程度で抑えるということを、論理的に説明するとそういうふうになります。で現段階ではまだ花も咲いていませんし、粒間引きもしていないので、この程度で一旦ここは作業を止め置くということになります。でなぜこういうふうな茎を今持っているか説明しようとして、ちょっと持った段階でこういうふうに割れました。こういうふうになりますので、丁寧に作業した方ががっかりしないで済むと。こういうふうにできるだけねじって作業しないようにしましょうというのは、いい例だと思います。今度はシャインマスカットで、説明します。このように若い木は先端が割れやすいので、使いにくかったりしますけども、大きく成長していく段階でここを切って房という形の手を取ります。よってこの長さはここを含めて8センチと。で、先ほどのオリエンタルスターでも説明しましたが、約ここに3つ車があるということで、ここもまた分かりにくいですけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、もうここの段階でここまでで15あります。で16、17と、17まで入れれば7センチ超えますね。少々難解で分かりにくいとは思いますけれども、これもオリエンタルスターで説明したのと同じように、車はこの果軸に沿って螺旋状についていきます。このように螺旋団地についていきます。で先ほども説明したこの8センチで約16、17になりますので、ここから上はいらないと。そしてこういうふうに取ると。まだこの切った段階でホルモン処理なんかをしやすくするために小さくはしていますが、完成の花房成形ではありません。まだ途中です。これは支援です。支援でも分かりづらいので説明しておきます。曲がってはいますが、これも約ここの辺で8センチということになります。
だいたいここまででこういうふうな車の数が15から17ということになります。まだ小さいので分かりづらいんですけれども、この段ということはこのだいたい3粒で1段にこういうふうに見えるんですね。これは経験を積まないと分かりづらいんですけども、いわゆるそういうことです。で、1、2、3、4、5、6段。だから7段あれば17ということになります。なので、今の段階ではここに栄養を持っていきたいので、余分についているところを切除しておくというのが本来の花房整形目的です。桃や柿やさくらんぼすべて摘果をして栄養を一箇所に集めるという目的があるので、大体の方は分かっていただけるとは思うんですけれども、このように最初に作っておくと。で、先ほど社員でオリエンタルスターでも説明しましたが、この型の部分は作り込みが難しいので、本来は早めに段階でこの形を決めて作ってしまった方がいいんですけれども、現段階では作業効率のためにこの程度で収めているということです。